ウーマン・イン・モーションはカンヌ国際映画祭の公式パートナーであるケリングが2015年に創設したプログラムで今年で10周年を迎えました。トークに先立ち是枝裕和監督にオープニングスピーチを賜りたいと思います。カンヌの映画祭で、何かケリング主催のパーティーがあるよっていうのに呼ばれていって、その場でそのイベントがどういう意味を持っているのか、映画祭に対してどういうパートナーシップを築いているのかっていうことに初めて出会って、結構ショックを受けて感動して、こういう取り組みが日本でもできたらいいのにねっていうふうに思ったところに、今回のような動きが2019年から始まって、こういう形でいわゆる映画の業界の外の方たちと連携しながらどういう課題があるのか、改善ポイントは何なのか、そういうことを見つめていくという作業がとても大事だなということに気づいたので、賛同してここに来ています。こういうイベントを通してですね、よりまた自分自身の意識改革につなげていければいいなというふうに思っております。高畑さんはドラマやミュージカル、映画など幅広い分野でご活躍されていますが、今年は歴史的なヒットを記録している国宝や秒速5センチメートルなど話題作に続けて出演されるなど、今最も輝いている俳優のお一人です。去年ご結婚され、公私ともに充実した時期をお迎えになっていらっしゃると思いますけれども、ウーマン・イモーションが掲げる映像業界における女性というテーマについて、どのようなお考えをお持ちでしょうか。正直今まで女性だから働きづらいなって現場で感じたことは私自身そんなになかったんですよね。なんですけど、これからきっと自分が妊娠したり子育て、その先にいろんな課題が立ちはだかる中で、やっぱり女性しか子供が産めなかったりとか、そういうことも踏まえていろいろ自分自身試行錯誤したりぶち当たったりしていかなきゃいけない問題が特に仕事場において出てくるんだろうなと思うので、ちょうどいいきっかけのタイミングにこういう場に呼んでいただけてとても嬉しく思っています。続いて中島健人さん。中島さんはアーティストとしてだけでなく俳優業にも進出され、海外作品の出演にも意欲的でいらっしゃると思います。実はですね、去年のウーマン・イン・モーションではマジョリティの人がマイノリティの方々の支援や権利擁護を積極的に行うアライシップをテーマの一つとして取り上げました。女性をめぐる問題も男性の理解と協力があってこそ解決するのだという視点からですね、今年も男性の視点のお話をね、いろいろお伺いしたく中島さんにご登壇いただきました。僕はもともと男性としてこの女性とのこの映画環境を作り上げていく上でやっぱ共存共栄っていうところを一番ポイントにはしていたので、改めてこのウーマン・イン・モーションでその女性がこの映画の環境の中でどのようにさらに何て言うんでしょうか、力を出して映画作りに尽力していくかっていうのをですね、僕の今のこの世代からの観点でちゃんと語れるといいなっていうふうに思っています。で僕自身もそうなんですけども、この世代に存在している役者さんっていうのはなんかやっぱこの時代の変容のこの真っ只中にいると思うので、このような場を設けていただけるっていうことがすごく嬉しいです。福間さんは是枝裕和監督が率いる文福でですね、ベイビーブローカー、真実、阿修羅のごとくなど映画やドラマの企画プロデュースを手掛けてこられました。映画の制作現場をよく知るというね、お立場からいろいろお話を伺えればと思いますけれども、まずは一言ご挨拶いただけますでしょうか。今年は遠い山並みの光という、作品でカンヌ映画祭に行ってまいりました。現地でもウーマン・イン・モーションの10周年のイベントがありまして、参加させていただいたんですけれども、一番印象深かったのがアワードを受賞されたニコール・キッドマンさんのスピーチでした。自分はこの、1年半の間に必ず1本女性監督と一緒に仕事をすると公言をされてから、この8年の間に実に27本そういったコラボレーションを実現されてきているということで、その何でしょう、アクションとメッセージに本当に希望と勇気をいただきました。私自身はここ数年は国際共同制作という形でその海外の映画制作の現場を知るたびに自然とじゃあ翻って日本はどうだろうかと、日本の労働環境や女性たちはどういうふうに働けて
ているだろうかということをそれまで以上にやっぱり考えるようになりましたし、周りの仲間たちともいろんな話し合いをするような機会が増えてきました。今日はそうした自分なりのささやかですけれども経験を踏まえながら皆さんといろいろとディスカッションできることをとても楽しみにしています。そして本日のスペシャルゲストとして CSA キャスティング協会所属でアメリカのアカデミー賞を主催する映画芸術科学アカデミーのキャスティング部門の理事も務められますデブラ・ジェインさんにお越しいただいております。デブラさんはですね、キャスティングディレクターとしてハリウッドで30年以上にわたり第一線で活躍されていらっしゃいます。I'm delighted to be here. I'm honored to be here and to join you. And this is my first visit to Japan, so it's extra special. And I look forward to a conversation about women's involvement in movie making. それでは最初のテーマとしてですね、映像作品におけるキャスティングの重要性ということについてお伺いしたいと思います。先ほど伝説の女性キャスティングディレクターマリオン・ドハーティさんをめぐるドキュメンタリーキャスティングディレクターハリウッドの顔を変えた女性を上映いたしました。映像の現場ではそんなに感じたことないんですけど、私はもともとミュージカル出身なんですけど、ミュージカルってやっぱりお客さんに来てもらわなきゃ見てもらわなきゃいけないっていうところがスタートである分、その役にぴったり合った人をキャスティングするっていうことの前にお客さんに来てもらえる人をキャスティングするみたいなところにちょっと重点が置かれてしまうタイミングがあるような気が前からちょっとずっとしていて、なのでそれをちょっとまた突きつけられたような感じがあったので、とても身が引き締まる思いがしました。キャスティングっていうのはその映画の物語とその感情というものをしっかり形作る芸術の一つなんだなっていうふうに感じました。なんかそれがあることで、一つの作品というものが完成するし、今までは少しこのフォーカスがしっかりと当てられてなかったのかもしれないんですけど、そのキャスティングディレクターのこの重要性というものはすごく高いなって感じてます。パイオニアの情熱と目利き発見する人の大切さっていうのを改めて感じました。日本の場合はもちろん監督によってとか映画とドラマで違うところというのもあるんですけれども、メインキャストに関しては監督とプロデューサーで基本的には決めます。監督のイメージを聞いてで一緒に候補を複数立てて、でじゃあこの人にと第一候補を決めたらプロデューサーがその事務所の方にお伺いして、企画書とできていたら脚本もお持ちしてプレゼンテーションをする。その後にサブキャストを決めていくときに、キャスティングディレクターの方に入っていただいて一緒にディスカッションしながら決めていきますし、子役さんを含めてそのオーディションをオーガナイズしてもらったりしますね。やっぱりキャスティングってその全体のアンサンブルが一番重要だと思っているので、キャスティングディレクターの方が本当にパートナーとしていろんなご意見や提案をしてくださるっていうのにいつも助けられています。This is essential for casting directors to have a very broad encyclopedic knowledge of really all actors. Each project is different in that some projects, when they are greenlit, let's talk about they're financed. When a project is financed, sometimes they're financed because an actor has committed themselves to the project. And so based on that, it's a go. Sometimes it can be the power of the script. If it's based on, like, for example, probably Shogun, something based on a book, that can be the go for that. Or sometimes it's the director. But whatever the case may be, the casting director is brought on very early in the process, perhaps the earliest. One of the key department heads who's hired very early on, and they get to work immediately trying to make all the most appropriate, creative, exciting suggestions for each role. And so I know it's different in every country the way it's done, but it's always the director who makes the final decision. But with the collaborative input of the casting director.
俳優さんにとってはもちろんキャスティングは重要な制作のプロセスです。どのように役を選ばれるのか、オーディションや監督とのインタビューはどのように対策をしているのか、高田さんどんな風に役を選んだりとか、監督にお会いしたりとかしてるんでしょうか？オーディションに行った時にそのダメだった時に自分自体を全部否定されたような気持ちになって落ち込んだりすることもあったんですけど、なんかある時からちょっと考え方が変わったと言いますか、自分自身を見せたことによってその役にはまるかどうかを見てもらって、それがはまらなかったらまあ仕方ない、縁がなかったことだし、はまったらはまったでそこに尽力するっていう風に、今年参加させていただいた2作品もそうですけど、その自分に合ってるのかなこの役、わからないな自分ではと思っても、その監督だって呼んでくださった方がこの役って言ってくださったなら、自分のことをよく見てくれてる人がそう言ってくれたなら、なんかチャレンジする部分なのかもしれないって思って、チャレンジすることで新しい自分が見えたり、それと同時に、課題も見えたりするっていう。The thing to remember is that the work we do is project specific. So I'm always thinking of the characters. うん And so I might see let's say you auditioned on tape and I watched it and I might think it was very good, but if you seem too young or too old, if there's something that's just not that character, then it's not going to work on that project. It doesn't mean that you didn't do a good job. It doesn't mean that the casting director doesn't like you. It just means we have to get the part exactly right, you know? And that's, I think, what people need to remember. 例えば、監督に反対されたんだけれども、やっぱりデブラさんがこの方はいいと思って推薦して実際にキャスティングされた方とかいらっしゃるんでしょうか？Yes. I mean, my experience, so many times that I can't count, is my memory of creatively really fighting for someone and convincing the director, but very much against like their instinct and whatnot. But then they hire the actor that I promoted strongly for the part, and then they go off and make the movie. And 1 year or 1.5 years later, whenever the premiere is, I see them together and they are hugging it. They're madly in love. And that's okay, but there's no memory of them ever not wanting to cast that actor. Do you know what I mean? And that is called The Story of My Life. そしたようにアカデミー賞でキャスティング部門がようやく創設されます。映画やドラマ作品において重要な役割を担いながら、なぜこの部門は今まで、なかったのでしょうか？やっぱりジェンダーの壁も影響していたんでしょうか？ I think that for so long, in the beginning of Hollywood, in the beginning of the studio system, it tended to fall to the secretaries of the studio bosses to keep a list of all of the actors who were contractually signed to that studio. Those people became known as the people who knew where all the actors were, who was available, had ideas. And so it started out as a very sort of female forward profession. And there are a lot of women, you know, I would say probably predominantly women in casting. But I think that it was, so I do think that for that reason, you know, I don't know how much that was the case, that they never felt like that was a craft that was worthy of award recognition. I was a part of this group of casting directors on the board of governors who we went and contacted many prominent directors and actors and producers and former board of governors to speak out on a video about why they thought we should deserve it. And I think that was so unbelievably helpful to the cause, because when you saw directors speaking about it and actors speaking, and I mean like Academy Award winning actors, Academy Award winning directors who spoke about how it's long overdue,
and questioned why not. And so this is the inaugural year for the award, and it's very exciting. 映画やドラマは時代の価値観を反映し、また牽引するアートフォームだと思うんですけれども、このデブラさん30年にわたるね、キャリアの中で、映画の中で描かれる女性像はどのように変わってきたというふうに感じてますでしょうか？ You can see women in leadership roles now. You see, they have, I mean, Angela Bassett was the president of the United States, and things that we have a hard time doing in real life. It's showing more and more in characters, talking about female superheroes and things like that. I guess parity is on its way. I don't know if we're fully there yet, but I definitely think there's been many improvements. Not even just with with gender, but with sexuality and everything. I think is more reflective of the world in which we live. 一つ聞きたいんですけど、近年いろんな、LGBTQ も含めて、その役は本当にそうである人がやるべきだっていう、当事者ってこと当事者がやるべきだっていう考え方と、やっぱ演じるっていうことはそうじゃない人がその人の役をやるっていうことだっていういろんな意見があると思うんですけど、キャスティングをするにあたってそれはリアリティを追求したいという考えですか？ It's a good question. It's a tricky question because, at the end of the day, it's acting, right? But in a world in which there are so many LGBTQ actors who are strong actors, I always feel like the best actor needs to play the part. So that may not, that regardless of what their actual life is, but it did get a little tricky with people feeling like you must be something to portray something, and it sort of blurred the lines between artifice and it's not documentary, it's a feature film. So I know, but it's been harder to take a role that is not something that someone genuinely is. I don't know if there's the right answer, but I think that my instinct is that the best actor should play the part. 中島さんはどうでしょうか？作品における、女性像というのは変わってきたと思われますか？作品とかで言うと、プロミシング・ヤング・ウーマンとかだと、その被害者ではなく、主体者としての、しっかりとした描き方をしてたりとか、なんかバービーとかだったら、なんかそのフェミニズムっていうのを笑いと感動にしっかり包んで伝えたりしたりとかしているという姿を見て、この時代においてのこの女性がしっかりと映画の中で生き抜いていく姿という力強さみたいなところのこのボリューム感というものがよりしっかりと強くなっている気はしてます。熊さんの場合はむしろ新しい女性像を作っていくといいますかね、変化を作り出していくようなお立場にあると思うんですけれども、時代の移り変わりとともに女性の描き方というのも変わってはきていますけれど、まず一つ、もちろん昔も非常に成瀬みきおにしても若島雄三にしても魅力的なヒロインだとか素晴らしく女性を繊細に描いているような作品というのはたくさんあったわけですよね。ただどこか3つか4つぐらいの女性をタイプに分けてそのバリエーションで描いてきたっていう、側面もまた否めないっていうところがあった中で、やっぱりここ数年、本当に現代の女性たちっていうのは皆さんがおっしゃった通り、より意思を持って主体的に動いていく、自分から行動していくっていうような描かれ方にだんだんなってきているとは思いますし、私自身もやっぱり制作のプロセスの中でとても意識しているところです。今年公開された遠い山並みの光という作品、これこそまさに女性たちの生き方について繊細に描いている物語なんですけれども、原作はやっぱり80年代に1982年に描かれていて、で非常に余白が多いんです。複数女性のキャラクターが描かれているんですけれども、それが見ていくとやがて一人の女性に見えてくるような描き方、つまり一人の女性の多面性が描かれていたっていうふうに見えるようにというビジョンは海外のプロデューサーとも監督のビジョンとしてみんなに共有しながら進めてきましたね。この企画一番最初の
にいたメンバーというのが、監督も原作者も企画したプロデューサーも全員男性だったんです、私以外が。うんなのでやっぱりこういう物語を描いていくときに、その女性がこうクリエイティブの中枢に早い段階から入って、で、やっぱりその、なんでしょう、やっぱりリアリティですかね、その女性の視点というものを物語やキャラクターの造形にちゃんと反映させていくっていうことは、きっとポジティブに作用するだろうというような思いもありました。結果的には制作の中でイギリスが入ってポーランドが入って、で、プロデューサー全員で6人になったんです。うん偶然こう3人ずつで、男女50-50だったので、すごくいいバランスで、最後まで、キャラクターもですし、ストーリーも、作っていけたかなというふうには感じています。映像業界における女性をめぐる問題は嬉しいことに日々改善されてきているように思います。さらに女性たちが活躍するためにどんなことができるのか、いかがでしょうか。女性としてこう転換期を迎えていく中で、当事者だからこそ思う、もうちょっとこうであったらいいなとか、本当に細かいことでもそうかもしれないんですけども、ちょっとここがケアされるともっと働きやすいなっていうことがきっと経験していく中で出ていくのかなって今お話を伺いながら思ったので、それをこうでも我慢しなきゃって思わずに、こういう提案どうですかっていうのを口に出して言っていきながら、よりこう自分のもっとこうこれから子供を産んでいったり子育てをしていく女性たちが働きやすい環境ができていく、その一つのなんか部品になれたらいいなと今聞いていて思いました。少しずつ守られる時代に変わってきてるなっていうふうに思ってます。で、本当にその男女のいろんなこう境界線みたいなものもちゃんとこうボーダレスになって今現場が作られていっていく少しのちょっとした変化っていうのがよりこの映画業界がこう充実していくきっかけにもなると思うし、なんかそれに少しずつ気づき始めているのかなっていうふうに思っているので、その時代の真ん中に生きている我々としてはよりそれを推進していきたいなというふうに一人の映画人としては考えていますね。I've learned so much. I didn't know really that I would learn so much about how differently we all do, differently and yet similarly we all do our jobs. And I just hope it's been enlightening for everyone. And it was great to meet everyone as well. 普段プロデューサーなどで裏方だと思っていつもは俳優さんたち監督たちスタッフたちを支える側には徹しているんですけれども、やっぱり今日こういう機会をいただいてお話をさせていただいたことで、本当に映画を愛して支えているどんな人も自分の言葉で自分の声でこうして話していっていいんだというふうに思っていただける機会にもなっていたら嬉しく思います。今日は本当にありがとうございました。